いわゆるポーターとほとんど同じような職業なんですけど、日本では牧歌という特別な名称で呼ばれていて、山の中で荷物を運ぶ仕事をしている職業と人を指します。やぶこぎ。やぶこぎだ。やぶこぎです。やぶこぎだ。やぶこぎです。日本だと特に雨が多いんで、どこの山でも大体土があったら植物まみれになるんですよ。そこを分け入っていくことを。ジャパニーズやぶこぎ。やぶこぎ。これめちゃくちゃすごくて、尾瀬の方の事例調べてほしいんですけど、縛り方が本当にレベルが高すぎる。すごい。保温袋にこれは完全に熱を全く逃がさず、なおかつ反射板をつけていて、実際これは要救助者を延命するために寒い現場ではこれやるんですよ。めちゃめちゃリアルですよ。じゃあ様これ正しい待ち方。骨が今安定してるんで、岩質がここ行きます。すごい重装していく。ここはいけそうだな。朝焼けだ。山頂じゃないけど。うわー、綺麗。本日は牧歌の秋元さんと一緒にデスストランディング2をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃーん。案内人ナオさんお願いします。お願いします。デスストランディングのおかげでですね、日本の牧歌という言葉が結構海外でも注目を集めているとのことで、今日は海外の人も意識して、英訳される前提でちょっと牧歌カルチャーを世界に発信するような感じで収録やっていけたらなと思ってます。いいですか？いきなり荷が重いんですけど大丈夫ですか？よろしくお願いします。あとはマダラウシさんも今回もご参加いただいて、はい、マダラウシです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。このメンバーでは5年前にゲーム散歩やられている感じなんですけど、そのメンバーに集まっていただいて、またデスストランディング2が出たということでやっていただければと思います。じゃあ、あとはナムさんお願いします。はい。2020年とかにデススト1でこのお二方でゲーム散歩したんですけども、ナムの方のチャンネルにそれあるんですけど、80万再生ぐらいされてて、すごい。いやすごい80万ですか？80万再生されてて、であの時はオンラインで2人に出ていただいたんですけど、なんか思い出あります？いやもう全部が思い出ですよね。それこそ牧歌をしてばかりの生活でゲームとは無縁だったところに、配信なんてしていいんですかみたいなもう驚きの連続ですね。今会社やられてるんですね。後と言いますか、因果があるのかどうかわからないですけど、配信の後ある日思い立ち株式会社を作るんだということで、それこそ牧歌と総合的に山仕事をする会社を立ち上げて、会社にして組織で牧歌と山仕事をやるようになったので、だいぶ状況は変わってると思いますね。会社名なんて言うんですか？株式会社山屋。そのままじゃないですか。株式会社山屋って、ホームページ見ると、仕事が4つの柱なんですよね。で、調査、作業、運搬、創造、運搬が入ってるんですよね。でもその運搬がまさに牧歌で、ただ実はまだ牧歌は知る人ぞ知る名前で、今このデスストランディングきっかけで牧歌っていう言葉とか、職業が世の中に知れ渡ってるんですけど、今までは本当に山で働いている、それこそ牧歌たちしか牧歌っていう名前をあんまり使ってないところがあって、そこで会社としてそれも広まってほしいですし、もっと牧歌でできることがあればなっていうのが今の状況ですね。ちょっと軽い自己紹介を。マダラウシさん。前回同様今回はガヤで参加するんですけども、マダラウシと申します。秋元くんの旧来の友達というか、僕が人生で一番影響を受けたゲームは小島監督のメタルギアソリッド2なので、この場に入れるの嬉しいなと思っております。じゃあちょっとプレイを始めていきたいんですけど、今回のこのゲーム画面なんですけど、なんとこれ秋元さんのプレイデータ使わせてもらってます。ゲストのセーブデータ使うの初めてです。いや僕のプレイ、僕もちょっと忙しくてなかなか手がつけれなくて焦っていろいろやってたんですけど、秋元さんの方が先超えてます。今何勝ぐらいでしたっけ？今10勝ですね。僕クリアまでやってないんですけど、もう連絡いただいた時点で結構進んでて、どうしようみたいな感じでした。
そして秋元さんはゲームをそんなしなかったけどもあの後やられたんですか？はい、あの後すぐにデスストをやって今回臨んでますね。ゲーマーになったっていうのはもうあれからあれからですね。本当あれをきっかけにゲームめっちゃ面白いと思って。なるほど。今日なんか荷物持ってきてませんでした？荷物、はい、持ってきたんです。配信で迷惑かけちゃいけないと思って自分のプレステ5を予備でしょいこ背負ってきたから何入れてんだと思ったらプレステ5入ってた。そう全然そのコスプレとかではなくて、はい、なんかあったらいけないんで一応バックアップをそう持ってきたんですよ。プレステ5オンラインのセーブデータあったんで大丈夫です。大丈夫です。ちゃんとダウンロードできてよかったです。じゃあ海外の方にちょっと紹介したいですけど、そもそも牧歌って何なんですか？牧歌は、はい、いわゆるポーターとほとんど同じような職業なんですけど、日本では牧歌という特別な名称で呼ばれていて、日本だと国立公園ですとか、はい、山の中で荷物を運ぶ仕事をしている職業と人を指します。特に尾瀬の地域、はい、国立公園があるんですけどはもう牧歌さんがその山小屋への物資の運搬を完全に担っていて、そこではもう50キロとか100キロとかの荷物を背負って100キロいけちゃう100キロいける方たちがいらっしゃって、その方たちがもう山小屋の食料物流を担ってますね。職業名でもあり運ぶことそのものも牧歌っていうのが、はい、行為の名前でもあるっていう。そうなんです、私たちは新たに若い世代として牧歌を始めている、チームで新世代牧歌でもちろん山仕事の先輩たちも牧歌を脈々とやってるんですけど、僕ら結構新しい気持ちでもう牧歌として今後の働き方とか未来でどうやって荷物を運んでいくかみたいなことを考えながら働いてて、今これから日本で牧歌っていうものがどうやって続けていけるのかっていうところでいつも葛藤しながらやってるところですね。いろんな業務の拡大もしたりしてると。そうですね、もしかしたら牧歌、人力で荷物運ぶっていう仕事は原始的なんですけど、もっといろんなことができるんじゃないかなと思ってて、そんなことをゲームやりながらよく考えてますね。なのでやっぱこの未来を生きてるサムっていうのはすごい参考になる。そうなんですよ。サムは本当にこのいろんなインフラとか世の中が荒れ果てた後、もう改めて人力でつなぐっていう存在なので、すごい希望がありますよね。じゃあちょっと牧歌の装備の中でも代表格、はい、これ何ていうんですか？こちらしょいこです。しょいこ。ちょっと海外の人に、牧歌日本語講座としてやりたいんですけど、はい、しょいこしょいこしょいこフレームパックっていうんですかね、はい、いわゆるザックとかリュックって袋じゃないですか。これは完全にメインが袋ではなくてこの骨格のフレームの部分にあって、黒い棒ですかね。はい、黒い棒ですね。サムが使ってるやつは多分金属タイプ、日本の昔からのやつは木材でこれができてて、それぞれの背中の長さに合わさってたり、背負う荷物に対して最適化されたしょいこのデザインがあるんですけど、サムのは金属でできているすごくユーティリティな何でもできちゃうスペシャルしょいこですね。売ってるんですか？しょいこって。しょいこ売ってます。売ってます。しょいこ売ってますよ。見たことないで。そこに実がびっくりした。そうです。しょいこ。今日さっき持ってきていただいた。今日もしょってきましたし、しょいこ現代でも売ってて、ただあんまりそうですね。まだ流行ってはいないんですけど、いやどこで買うんですか？でもいやもう本当普通に売ってますよ。アウトドアショップでも、あとホームセンターでも買えるんで、ぜひこれお買い求め。モンベルとか行くと結構モンベルでも売ってますし、日本に観光できた方はぜひしょいこですね。しょいこをちょっと探さないといけないかもしれないけど、ただデスストのこのしょいこは近未来ですか？それとも今のデザイン引き継いでる感じですか？そうですね。今のデザインを引き継ぎつつも近未来的要素がいっぱいあって、これ1の時よりも軽量化されてる感じしません？しますね。なんかスタイリッシュになってて、もしかしたら最近世の中に新たなしょいこっていうのまだまだ出てくるんですよ。イノベーションは終わってないんですよ。新たなしょいこっていうのも出てきて、結構カーボンとかグラスファイバーを随所で使ってて、もしかしたらこれもアルミとかだけじゃなくてそういった部分の軽量化をしてるかもしれないですね。しょいこ自体が重くなっちゃいけないから、そうなんですよ。とにかく軽く、ただし後から荷を詰めますけども、拡張性っていうんですかね。そうなんですよ。そこがとても大事ですもんね。大事ですね。物理的な意味で強度の肝になる部分が何個もあって、多分そこのポイントを抑えながらも軽量化されてる気がしますね。
この世界は荷物の形というか、ケースが統一されてるじゃないですか、規格がね、規格が、そこがすごいなと思ってて、でその規格に最適化されたしょいこなので、共通のケースであればパコッとはまるようにアタッチメントっぽくしょいこ側に荷物がこうはめ込めるようになってるんですよ。それが相互作用ですごい軽量化とか荷物のズレとかを防いでるなっていうのをすごい思いましたね。すごい。コンテナ革命がそうなんですよ。牧歌でも起きてる世界と、はい、起きてて、明確にサムもこの組織も任務があるじゃないですか、だからそこに最適化した運搬システム組んでて、まずこの運搬器具と荷物の統一規格っていうのをやってて、これ世の中の物流で結構課題になってることで、先日もニュースになったんですけど、それがもう進んだ世界なんですよ。現実だとね、段ボールどうやって積むかとか結構頑張って、はい、そうなんですよ。組み合わせてますもん。規格揃ってて、ちょっとじゃあ荷物詰めてみましょうか。はい、お願いします。こんな感じで受注ができるんですよね。いろんなこの各地に散らばる、プレッパーズと言われる人々、そういう人たちのところにサムは荷物をいっぱい届けていったりとかしていくっていうのが、基本業務ですね。左手に普通に牧歌って書いてますね。職業としてちゃんと出てくるんですね。いやもう本当に胸が熱くて、今作も牧歌がそのまま出てきて、しかも漢字で出てくるので、と思ってプレイし始めてすぐ出会えて、もう僕だからこの牧歌のところに通いすぎて全然ストーリー最初進まなかったですとにかく牧歌の考えを知りたくて、一牧歌としてもうサムを操り、ひたすら牧歌に足げく通い、全然物語進まないっていうだって牧歌出てくるのめちゃめちゃ前半ですよね。そうですね、牧歌一番の早速出てきて、これ海外版だと牧歌って BOKKA になってて、自分アーリーアクセスするために買ったんですけど、その時に海外版の表記とか調べたんですよ、そしたら BOKKA って書いてあって、みたいな、牧歌これ海外の人どう思うんだろうとか思ってたら、小島監督がラジオでその牧歌っていうものの説明をしてくださって嬉しかったですね。というか今野生のポーターいましたね。そうなんですよね。ここのいろんな方寄られて、挨拶できますね。ちょっと挨拶しといてください。僕もうここ高速連打で200いいねぐらい絶対するんですよ。これできます。なんか200いいね。なんかくれそうです。くれた。くれましたね。ストックついてる。はい、ストック。そうなんですよ。今回ストックついてて、めちゃめちゃいい。はい、そうなんですよ。これ1本取るができるじゃないですか。1本取るできます。ストックっていうのはこの彼が持ってるこれですか？杖ですごい丈夫さ、多分これ伸ばせるんですよ。なんか伸ばせそうですね。黒いとこ回して伸ばす感じですか？そうですね。とか僕が現実に使ってるものとめちゃめちゃ似てる。でアームリングというか、ここに紐がストラップがついてて、落っことさないようになってたり。これはもう補助。補助だと思います。これを使って荷物を運ぶときにバランス崩さないようにして、下り坂とか上りの時、特に自分なんか下りの時に膝への負担を減らすために、これをつきながら歩いたりしますね。さっきマダウスさんが言ってた1本取る。1本取る、山の中で休憩することを1本取るっていう、1本取る、そう1本取るっていう文化があるんですけど、それはこの杖を背中の荷物の下に貼って、そこに荷物の重さを乗っける、でそれで休むっていう、荷物を下ろさずに休む時に1本取るっていう、こいつのね、それが高等テクなんですね。そうなんですよ。しゃがんだり荷物を下ろしたりせずに、そのまま立ったまま荷重を逃がして休めるんで、素敵な技ですね。だから語源がこの杖を背中に1本立てるっていうので1本っていうんですけど、杖つかなくても山の中で休むことを1本取るっていう風に言葉に転じてる。これどうやって翻訳すりゃいいんだ。それが転じて山仕事で休むこととか、登山の人が休むときに1本取ろうよっていう風に普通に使いますね。ただこの語源まで知ってる方っていうのはそんなに多くないかもしれません。どうですか？荷物積んでみたんですけど。いやもう最高です。もう重心といい、バランスといい、完璧の状態ですね。これなら走れますか？走れます。これぐらいがっちりしてたら走れますよね。はい、重心がすごくいいところに来てて、結構お尻の近くまで荷物があるイメージを持たれてたりするんですけど、牧歌って。でも実際にはその重さの中心は肩甲骨の後ろあたりに
来るようにすると運びやすいんですけど、今回サムはすごくいいところで背負ってますね。今は、27キロです。軽いですね。じゃあ大丈夫ですか？27全然。27はテント泊の時の荷物ぐらいですか？そうですね。27は一般的な登山を趣味でやる場合も普通に到達しうる重さなんで、仕事的には30キロ以上、4、50キロとかでもまあ常識的な範囲かなと思いますね。何本いきます？じゃあ、これ挑戦されてますちょっとサムなんで、僕が普通に背負えてた70キロぐらいを。70ぐらいしますか。そう、僕は100キロとかはないんですけど、70までは仕事で背負ってたことがあって。90ありますけど。サムだから90、100いってもいいじゃないですか。何キロがこのボーダーというか。それこそ7、80キロはかなり試される。本来は試されるんで。80足しますか。はい。100キロいくぞ。100キロいくぞこれ。すごいリアルですね。食料とあと浄水器とかありましたね。運ぶものっていろいろ種類あるんですか？そうですね。ありますね。実際のボッカ。はい、実際の仕事もたくさんあって、食料もありますし、それこそ医療品とか精密機械のこともあって、まさにここで描かれているものたちは大体過去に出てきてますね。化石祭。すみません、サムギブしてますもん。本当だ。化石祭。化石祭107キロ、やっぱリアルですよね。107キロは普通のというか一般的な牧歌にとっては化石祭なんで。でもこれも大勢の方と同じ領域に。これ大勢の方これ言ってるんですか？言ってますね。100キロ以上行かれてるんで。見た目もこんな。はい、見た目もこんな感じですね。エンハンス切っていいですか？はい、大丈夫です。これか。ちょっとやりすぎですよ。これエンハンスって言ってもうだいぶ進めちゃってるからサムが強くなりすぎてる。サムがちょっと恥ずかしいです。ちょっとこれエンハンスしすぎなんじゃないですか？強化しすぎですよ。全方位的に敵を倒す方に特化してるのが恥ずかしい。あれれれ。平和のために。ワンの時はなんか平和を歌ってなんかその殺さずを歌ってましたよね。対話すればなんかいけるみたいな。今回ももちろん平和のためではあるんですけど、かなり敵を気絶させることになる。そうやめてください。気絶させることに特化しちゃった。本当の僕から世界平和なんで、これはちょっと僕の個人的なちょっともう取り上げますね全部。はい、取り上げてください。すいません。ちょっとあえて今は機材とかもちょっと強化してないバージョンでやってますんで、ちょっと後で紹介していければなと思います。これ大勢の方たちこれ持つ？そうですね。大勢の方。今だから87キロ。持ってると思います。結構日常的にこれぐらい荷物背負ってる姿見ますけどね。出ますね。その大勢の方は本当にすごくて、80キロ以上は日常的に本当に背負ってると思いますね。しかもですよ。しかも、さっき言ったこの世界は企画化されてるじゃないですか。こうやって大勢の方たちはもういろいろござれみたいな感じですか？そうそう。大勢の方は基本段ボールとか、他の牧歌もこれは一緒なんですけど、頼まれた資材を適宜組んで背負う荷物を作るので、だからそこのロープワークとか背負い方が結構実力にそのままなってくるっていうところですね。いや結構荷物積むの難しいんですよ。スキルがめっちゃいる。スキルがめっちゃいる。いやこれだってこの高さになるともう人にとか自分で下ろす時になかなか大変だったりします。そうなんですよ。今作のね新要素、本当に大好きな要素があって、じゃあちょっとナムさんお願いしてもいいですか？しょいこを下ろしてください。まず下ろす。すごいけどこれがすごくて、まずしょいこ下ろせるところで最高なんですけど、下ろしたしょいこが安定したまま多分カイラル物質で浮力があるんです。ふわふわ浮くんですよ。うわすごい。こんなも早く現代追いついてほしい。でただ下ろすだけじゃなくて、ナムさんちょっとやっちゃってください。やっちゃっていいですか？やっちゃってください。何するんですか？何するんですか？決めちゃっていいですか？ダシマスタルはストランド。紐とか縄みたいな意味。これ実際にあるんですよね、こういうロープ。あります。というか僕今日いつもですけど何かとストランドついてる。何かとパラコード。もうこれはいつも使いますね。何かと使います。で牧歌の方はこれをこう持ちまして荷物固定します。はい、お願いします。すごいさばきが。これめちゃくちゃすごくて、縛り方すごくリアルです。この世界はその荷物の形状が最適化されてるっていうのはあったんですけど、それでもやっぱぶつけたり
よろめいたりすると荷物が落っこちることあったんですよ。今回外から縛れるようになってて、しかもこの縛り方が本当にレベルが高すぎるレベルが高い牧歌の縛り、はい、めちゃくちゃ綺麗で、気になる人はオゼのまたオゼになっちゃうんですけど、オゼの方の事例調べてほしいんですけど、本当にバランスよくロープの流れとこう荷重のかかり方を意識してこう縛っていくっていうのが本当に実現されてて、これ側面だとなんか結び目みたいなのが割と下の方に来てますけど、はい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 、あれも大事なんですかね。大事です大事です。これ何回も交差してて、多分力がかかりやすいところで横方向も双方に引っ張るようになってて、完全に崩れないようになってきます。美しいですね、はい、これもある種企画家っぽくそうなんですよ。なってますよね。そうで、このストランドで縛ることを前提に引っ掛けやすい部分が荷物側に作られてて、これ本当に自分がこの現場入ってたら嬉しい。今日はやりやすいなーって、今日は縛りやすい荷物だみたいなロープが引っ掛けやすい。ここから分かることは結び目を作るとほどくのが大変になるんですよ、でその結び目によって結構いろんな引っかかったりほどけなかったりいろんな問題が起こるんですけど、これはすごい結び目は最小限に済むようになってて、そのためにしょいこと荷物側がこう歩み寄ってるというか最適化されてるんですよ。なのでおそらくサムは決まったところに紐を通していきつつ荷物のバランスを見て交差させたりして、最後決めるところで結ぶだけでバシッとこう全体が荷物としてにじめが仕上がるようになってるんだと思いますね。腰のところにはい、そうなんですよ。そうですよ。どこですかどこですか。今回このしょいこを下ろせるんで、しょいこの後ろ側じっくり見れて、これ本当サムの体にね、はい、優しくなってて、腰パッド分厚いのが入ってて、これはこれもう前作も腰パッドこれどうなってんだろうとか心配あったんですけど、これかなり分厚くて通気性の高いやつが入ってるんで、サムの腰はこれで守られてますね。サムのそのユーザーテストみたいなサムからの声がいろいろ開発者に届いてお客様の声としていろいろ開発されてたまた背負うからに道具良くしてくれよみたいな要望上がったかもしれないですね。ロープの質感も結構リアルですね。そうなんですよ。ロープの質感かなりリアルで、なんだろうこれセミスタティックとかですかね。伸縮性がちょっとしかないロープで、ロープっていろんな種類があるんですけど、いわゆるクライミングロープとかは落ちた時に体を守るために伸びるようになってるんですよ。そうなんですね。ビヨーンって、ただそれをにじめの時に使っちゃうと、傾いた時にビヨーンビヨーンってなっちゃう。固定ちゃんとできない。固定できないっていう。でスタティックロープっていうのもしなやかなんですけど、一切ほぼ伸びないのがあって、スタティックなんですけどちょっとだけ伸縮性があったりするのセミスタティックロープっていうのがあって、サムのはいろんなことに使うんで。セミスタティックかなとか思ったりしながら使ってます。これ一応コントローラーでこのバランスを取るっていうので、こうリュックをこうやってキュッてするんですけど、これは牧歌にとって重要ですね。リュックのショルダーの部分を持ったり、腕を組んだりっていうところで肩に本当に重さがかかって血が止まっちゃうんで、これはみんなやりますね。腕組んでる姿とか本当に牧歌さんの写真で見たことあるんですけど、まさにそういうこと。そうですね。サムのしょいこはすごいいいしょいこなんですけど、実際の牧歌は割と肩パッドの部分が頼りなかったら強化したりとか、オゼのそのトラディショナルな牧歌さんたちはものすごい太い肩パッドを入れてますね。自分でその工夫してカスタマイズされてるんですね。結構しょいこのフィッティングっていうのはかなり肝になってて、それぞれ背負いながら合わせていくっていうのが基本になりますね。これだから肩をあんまりやらないとこうやってよろけちゃうんですね。で踏ん張ってこう耐えるみたいな。地面がリアルすぎる。この雨降った砂地のこのもう嫌な感じ。結構嫌ですよね。これ足取られちゃう。実際アルプスでもこういう地形あって、このちょっと礫というか、砂利っぽいんですけど、この浸食された砂地が流れてきてて、表面は柔らかいみたいなところかなり厳しいですね。これ実際歩くときは本当に気をつけないと、こういう小石とかでもちょっと怖かったりもしますね。引っかかりますね。すげえ綺麗。めちゃめちゃ綺麗なんですよ。おわ最高。ちなみにもう非常にリアルです。この浸食のされ方、であとこの世界みんなで通った道だんだん踏み固まったり掘れていくじゃないですか。それが便利ではあるんですけど、自然の状態からは逆に歩きやすい人工的な道になっていくっていうのもものすごくリアルで、
今逆にそうなって固まった道を自然の方に戻す仕事とかを会社とか個人でもみんなでやってて、そこはもう人が通んなくなった道なんですか？通り続けちゃうんですけど、見ての通り通り続けたところは植物が剥げて、こう砂地が露出して、これっていうのは雨で全部流れていっちゃうんですよ。で最終的には全部この表面のが流れ出て、こうまたゴツゴツした瓦礫になったりして、ボロボロになっていくんですよ、山が。あ、山が劣化していくみたいな。まさにそうで、山って劣化するんですね。山って劣化するんですよ。隆起もしていくし、地震が起きて壊れてもいくし、人が歩いてるところ劣化していくんで、結構山と人の関わりでそこかなり肝になってますね。それを直していらっしゃる。はい、直して。この世界も国道を作ったりするじゃないですか。そうすると基本みんなそこ通るようになるんで、あれってただ道路ができて便利だって話じゃなくて、そこの自然は割と守られるっていう側面もあるんですよ。決まった道を作ると、ちょっと複雑なんですけどね、その道路作っちゃうことと道が守られることとが結構トレードオフっていうか。さあ、つきそうです。今依頼されている、人のところにちょっと行きますね。いや兄貴がね、兄貴がまず兄貴あれなんですよ、何があったか分かんないですけど、岩のカモフラージュみたいな岩のホログラムの中に隠れてるんですけど、これ本当にはい、本当羨ましいです。何度となくその山にいると山と同化したいとか、このまま山の中で人に見つからずにひっそりと過ごしたいなって気持ちに僕はなるんですよ。だから山仕事の仲間たち割となると思うんですけど、ここに住んでる方はそれを体現してて、ホログラムで自分の家を岩のホログラムで覆っちゃってるっていう。じゃあこの方はその牧歌マインドを正当になんかこう表現しているような方、正当の後継者というか体現者ですね。彼ですね。ここれ結構序盤にこの方のところに行くんですけど、結構最初びっくりしませんでした？びっくりしましたね。あれいると思って。多分前作で明示的にその牧歌みたいなことは多分あんまりなかったと思うんで、登場人物としてこう出てきたら僕もびっくりしました。あくまでももっと総合的な概念であるポーターを軸に紹介されてたと思うんですけど、ポーターの中でも牧歌っていうスタイル、それがちょっと違うっていうこともこの人が教えてくれたりするんですけど、セリフでちゃんと、それが本当に感動しましたね。じゃあちょっと彼に荷物届けて、なんか対話ちょっとしてください。はい、お願いします。挨拶をしないと。じゃあ納品します。怒られないですか？大丈夫ですか？いや、ケサディージャちょっと無駄口が多かったんで、我々のケサディージャがちょっとよくケサディージャがちょっと冷めるかなんかわかんないですけど、損傷はしてないんで許してくれるじゃないですか。やっぱ牧歌なんで高タンパクですよ。高タンパクなもの、消耗してる。じゃあちょっと納品しますね。ちょっと緊張してますか？緊張してますね。同じ牧歌の先輩大変だったんじゃないか。すぐ報告を確認するよ。おお、 S 一人で運んだのか。とても信じられない。これやっぱクライアントさんに荷物見てもらうみたいな点検作業あるんですか？ありますあります。もう納品で、全く同じような。なるほど。ちょっと緊張の一瞬ですね。緊張しますよ。S が A か。あんまりやっぱ荷物途中で開けたりしないんで、運んで目の前でっていう時に、でもこういう高評価でねぎらってもらえると嬉しいですね。もう満タンじゃないですか。だからどんだけここにたむろしてるんですか。ちょっと本当僕牧歌の兄貴に褒められたくて、すいませんこれ入り浸りすぎですよこれ。だって最序盤ですよここ。いやもうだからストーリー進めずに牧歌の兄貴の落とし物拾ってひたすら星をもらいたくて、そうすいません。だから牧歌の兄貴からか最高評価になっちゃってるっていう。余分に運んでるんでこれ。もう喋ってくれなくなってるじゃないですか。深いこと。確かに。最初の何回か何十回かはあるんですね。あるんです。あれめっちゃいいことですよね。ポーターと牧歌の違いとかマインドの話とか。全然会話になってる。ぜひ皆さんプレイして牧歌の兄貴にといろいろ会話してもらえればと。僕が勝手に代弁してもいいんですけど、あの方が全て教えてくれるんで、僕が伝えたかったポーターと牧歌の違い、牧歌とは何なのか全て教えてくれるんで。わかりました。本当に彼がここにたどり着いた歴史っていうのが本当に僕は胸が熱くて、わざわざここにいなくても
いいんですけど、かつてサムが働いていた大陸では人力の運搬が必要なくなってしまったんですよね。なぜかというとサムが繋いだから、で繋いだ後にあれですよね、全自動秋元さんが同業者だって言ってた、はい、僕が勝手にボッカロボと呼んでいる二足歩行の可愛いやつらで、あの頃はまだそんなにうまくいかないレベル感の配送だったんですけど、多分その後インフラが整ったり技術が進んで人力のボッカがいらなくなったと、それでもボッカのお兄さんは背負いたかったんですよ。でもそこで僕泣きそうになって、これはまさに僕らが今置かれてる状態と同じで、要は山で荷物を運ぶなんて正直必要とされてるかされてないかで言ったら多くの場面で必要とされてないんですけど、僕らは背負いたいので、必要としてくれてる人をわざわざ探したり、見つけてもらってこのボッカっていう仕事を現代であえて続けようとしているので、彼と心は一つでしたね。僕が初めてのボッカからもう10年目なんですけど、状況がかなり変わってきて、ドローンで今もう30キロとかそれこそ50キロ、最近60、70キロ運べるようになって、で実際我々の仕事の領域もうもろかぶりしてるんで、確かに、あ、仕事がまたなくなってしまう、せっかく見つけてもらって背負わせてもらえるのになくなってしまうって思ってたら、ドローンを運ぶ仕事が来るようになったんですよ。ドローンを麓までっていう感じ。そうなんです。ドローンは通信領域とか法律な安全面で制限があるので、電波の限界が。そうなんですよ。だから山のあるところで運ぼうと思ったら、あるところまでは登って、そのドローンが目で見えるとか、電波が遮断されないところまではオペレーターさんの荷物とバッテリーとドローンを運ぶっていう、ドローンとの共同作業になっている。そうなんですよ。で何社かの今ドローン会社と協業関係パートナー関係結んでて、お互い運び合うというかここからここは僕たちがやるよって、そうなんですよ。先は頼むよ。はい。感覚的にはその人力運搬適した領域っていうのはまだまだどこまで行ってもあるなと思って、そこが僕の生きる道なんで、そこに集中して今は仕事していきたいと思ってますね。サムもやっぱりこの世の中のそのフロンティアを広げていくとか、つながってなかったところをつなげていくっていうところでまだまだ必要とされているというか、本当にこの人しか開拓できないポジションというか役割になってます。サムがつなげることによって他のポーターが後に続けるんですけど、実際にこの世界でもサムがつないでないところはもう不毛の地帯になってて、他の普通の一般的なポーターさんたちは全然行けないんですよ。引き返してきたり被害に遭ったりする世界なんで、そういう意味ではもう開拓者レジェンドが最前線に居続けるってあたりもちょっとリアルですよね。いや本当に今そうなんですか、ボッカ界レジェンドボッカたちが。山の分野もそうですし、いろんな分野でそうじゃないですか。サムとかは古参のボッカに近いと思うんですけど、やっぱ古参の人のその開拓力とか想像力っていうのがどこまで行っても第一線だなっていうのはボッカでも他の分野でも感じますよね。いやサムは本当に荷物を下ろせないんですよ。彼にしかできないことがありすぎて。サムの代わりに前線に立つ若手が出てくるといいんですけどね。若手います。さっきのボッカの兄貴も若手っちゃ若手で、いやボッカの兄貴はサムに憧れてるんですよ。伝説の配達人なんで。配達人です。じゃあちょっと休憩しましょう。はい、休憩しましょう。この特急シェルターで。これどうですか、サムの休憩。いや、いいですね。前回ここで爆笑してました。下ろさないんだと思って。ただ今回のはきっと下ろした証拠浮いてたことから見るに、どんな体勢で座っても若干の浮力は発生してると見ましたね。そうだと思いたい。そうだと思いたい。じゃなきゃ休まんないよ。男すぎでしょこの休み方。男なんですよ。ちょっと肩マッサージします。大事ですか、やっぱケア。大事です。体のケア。僕もよくやりますね。体のケアとかトレーニングとかどうされるんですか。そうですね。業務がもうトレーニングみたいな。業務がトレーニングなんですけど、業務でいい成果出すには業務以上の強度が高いトレーニングやっぱ積んでないといけないので、今の前線の人たちはもうかなりハードにトレーニングしてますよね。ちなみに最近そのボッカ専門のフィジカルトレーナーとか現れて、本人もボッカするんですよ。で多分ボッカしながら体これまずいぞって思って、その人が整体とか整復師の資格持ってるんですけど、その自分もボッカでやりながらボッカの体をメンテナンスするっていうことでプロでやってて、
でどこからともなく山屋を見つけて、弊社のメンバーに入ってきてくれて一緒にやってるんですね。そうですね、絶対特殊な体の痛め方しますもんね。特殊な痛め方ここまで技術が発達しててサポートされてればいいですけど、それでも大変だと思います。じゃあちょっと一回プライベートルームで休憩して、でその後ちょっと話出てたテクノロジーの話、デスストランディング2の世界でどういったような便利なテクノロジーがあるのかっていうのを見ていきたいなと思います。じゃあちょっとプライベートルーム行きます。はい、大丈夫ですか？まだ牧歌のところにちょっと立ち寄っただけにやってる。前回より全然進んでる。前回に比べて秋元くんのリアクションがもう慣れちゃってる。解説者になってる。いやそれは偏見であれですよ、牧歌の解説する機会だってないんだから慣れることはあるわけないです。僕はあれ以降牧歌の話なんてほぼ誰ともしてないですよ。誰にも聞かれないんだから。